今日は喋りなしでいきますね。はい、今日は喋りなしでいきますね。走りで、はい、お願いします。走りでかっこいい喋りを。一旦盛り付けて、何を言いたいかはちょっと分かるようにしてそうですね。走りでこう、はい、なんて言うんでしょうね。やっぱこう伝えてほしいですね。伝えますね。ちょっと完璧ですね。はい。そしたら字幕僕編集しなくて済むので。それがかっこ悪いですよね。今最終コーナー入りで振り切ってないんですよ。だから着地ができてないから、着地して踏める姿勢になるのがもう入って真ん中過ぎてぐらいからやっと踏めるかなっていう状態になってるんで、入ってすぐもう踏める姿勢になって、そこから伸ばしてくるような感じいかないと、そうですね、外側に行く遠心力が真ん中からギュッと外側に遠心力が加速するので、真ん中から加速するっていうことはそれを抑えて立ち上がるっていうスペースがなくなるんですよ。なので入るときにしっかり落ち着いて早めに着地をさせてあげて、そこから遠心力と行く方向をコントロールしながら収めながら出てこないと、ストレートに入った時点で遠心力が強すぎてっていう状態になるので、早めにしっかりドンで、そこからじわーってゼロカウンターぐらいで立ち上がるイメージで立ち上がってくれば遠心力弱くなってくるじゃないですか。そうすると右から左に移すときに右が強すぎなければすぐ左に移せるけど、真ん中ぐらいからぐっと曲げちゃう、外側に加速しちゃうと、右に遠心力が強すぎてそれが残ったまんまストレートに入っちゃうんですね。そうすると右の遠心力強いからぐーっと乗るのが戻ってくるまでに時間がかかるので、いつまでも踏める姿勢にならない。ストレートで加速、左に遠心力を移して加速する期間が短くなるので、でも向こうに奥にポンと入るときにちょっと落ち着いて入ると、しっかり旋回させてあげて、行きたい方向に踏んだらもう立ち上がってくるっていう姿勢に早くしてあげて、踏んで立ち上がってくるっていうイメージです。ここだけ。はいはいはい。そこが一番難しいんですけどね。しっかり向きから来てないですよね。ほら。で考えて、しっかりここで向きを変えてあげる。でここから踏んでいく。そうほら。右の遠心力弱くなってたでしょ。はい、今のはラインが斜めに来すぎちゃったんで、手前までこっちに要は左に移すのに時間がかかったんですけど、はい、ちょっと違う方向で、いいよ、これで先のことを考えて惜しいアンダーを怖がってますね。これをアクセルでそうで早く、最後の一踏みがいらんかったですね。今最後の一踏みで今ケツが出ちゃったんで。なるほど。なんとなく分かってしっかり向きを変えて、ちょっと回帰れてない。今の角度だと踏んだら外側に加速しちゃいますよね。だから遠心力が強くなりすぎちゃうんですよね。最終的にどこに一番速いスピードで加速したいかって言ったらこっち側なので、右じゃないじゃないですか。なので右に加速度をあんまり作りすぎたらそれを収めないと
こっちに来れないんですよ。なのでそこのイメージですよね。アゲンほらそれだと外側に強すぎちゃうからアンダー気味でストレートに入ってかストレートにつなげないといけないので、ステアリングが何もしないフロントタイヤを横に使わないと。ここからフロントタイヤも横に使ってアクセル押し入りきれてない。そう入りきれてないとそんな感じになっちゃうんですよね。だから向きを変えないといけないからですね。変えきれてなかったらその後また踏まないといけない。変えないといけないから。着地で今アクセル入れなかったんで弾かれちゃいましたね。しっかり着地させてこれを持ってステアリングも使ってアクセルにちょっと意識が行き過ぎてるのかな。着地した後か押しですぐ左に変えて今のはもうちょっと手前で左に荷重移せましたよね。はいそうです。左に移してしっかり向きを変えて左に早く移すようにするにはアクセルでケツ振ってるだけです遠心力を移したいんですぐもう移されてガラガラつきましたね。そうですね、アクセルではないんですよね、移すの。あそこでアクセル入れたところのちょっと手前で抑えないと荷重回らないですよね。アクセルだと一回抜いて荷重を前で回さないといけないんですよ。ピトって回していかないといけないからビュッじゃないんです。ググふわっピトはい、手先のいやそんなこと言ってないですよ。一生懸命なんだろうなと思って応援してますよ。抑えてここで抑えて気持ちを抑えてそういいよまあでも今ぐらいの感じですよね。それをだからちょっと欲張りすぎなんで、いっぱいやることが終わる。いっぱいやることありますまあやったからって言って給料出ないですけどね車かっこよく作るからですよ。もうちょっとこうまあやること一緒ですからね。まだ自分のコントロールできる領域で乗せすぎないようにコピとそうで伸ばしていくでもそう落ち着いて加速できますよね、はい、今のはちょっと頭振りすぎたですね。そう早く左に移してですね、今の状態になってるということです。はい。そう
ないいぐらいにつくとだったんですよ。なんでアクセル入れちゃったんですかね。左に移し、早く左に移す。大きすぎる、大きすぎるから踏めないですよね。踏んだらケツが出るから。だから本当ピトピトっていう感じですよね。ググ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 フォアピト、ググ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 グフォアってピト。考えるな感じろです。今日はちょっと考えすぎた。ですね。まあまあ今日は考えすぎる。いいですね。ああ踏み切り。いやでもこうやって見てもらうと自分がいい感じだなと思ってたんですけど、いやいい感じなんですよ。いやでもなんかやっぱああそういうとこがあったんだと。はい。ただ走るだけだったら全然いいと思います。いや誰にも迷惑もかけないしですね。大丈夫です。ただ車がかわいそうだな、もっと活かせるところがあるのに活かせてないなっていうだけですね。おいよ、アクセルでケツ振っちゃいましたね。今のもいい感じだったんだけどな。どうなってるんだろうちゃんと。多分考えてるんですよ、感じてなくて。あのアクセルは完全にもう自分の気持ちを無理やり押し付けた反応ですよね。アクセルで無理やりっていうのは。だってしなくても映るのにアクセル入れちゃってるわけなんで、アクセルしないとどうしても向かないのに入れるんだったらいいと思うんですけど、あのままいったら少しもうほいって荷重とアクセルとステアリングで遠心力も映るのにアクセルビュッて入れちゃうじゃないですか。っていうところは早く左に乗せたいっていうのをやっぱ押し付けちゃってる操作じゃないかなっていう感じがしますね。うまく使えてる時は使えてるので、そうですね。一回速度域をちょっと落としてみて、いいですね。惜しい。速度域を落とすと今度はステアリングで持っていこうっていう感じになっちゃいますね。なんかその間というかアクセルとステアリング、さっきのと今の間ぐらいのコントロールな感じですかね。荷重を右から左に移すんではなくて
右横から右前左前左横に回していかないといけないです。ちょっと早いな、まだちょっとわかんない、わかんないちょっと背伸びしすぎてるかもしれないですね。大丈夫です。車がかっこいいから大丈夫です。4K で撮ってます今。まあでも多分今頭いっぱいになってるじゃないですか。で多分変えられて冷静にこう考えて荷重のモーメントの強さだったり車の動きだったりあそこでこうなったらこうなるよねって冷静に考えてイメージもう一回し直すとあこの操作じゃないなっていうのに自分で気づかれるんじゃないかなと思います。で左右横右前左前左後ろ左横に舵を回さないといけないわけですよ。立ち上がってきて右から左に行って加速するためには今アクセルの方が強いじゃないですか。アクセル入れてる時って舵前には回らないですよね。ということは一度オーバーステアの姿勢を作って前に回してでアンダーの状態に持っていかないとアンダーにならないわけですよ。なのにずっとアンダーの状態ですよね。アクセルを多めに入れてるっていうことは。ということは荷重後ろは回らないので右から左に行っちゃうんですよね。説明ちょっと前に回りにくい前に回さないと次後ろに乗っていかないじゃないですか。だから右後ろのタイヤのグリップを上げるために右横に遠心力を乗せて立ち上がってくるわけですよね。最終コーナーを右横にあるからアクセル入れて右後ろにトラクションがかかるわけですよ。右後ろだけを引っ張ってる状態だったら滑っちゃうじゃないですか。右にケツが流れちゃうんですよね。だから右横ぐらいに遠心力ある状態でアクセル踏んできてる時の状態がアンダー気味を踏んで立ち上がってきてる状態だから右後ろのタイヤが一番美味しいとこが使えるんですよね。で次それを左に移してで同じ状態でアンダー気味で加速しようと思った時に右後ろを引っ張るモーメントがあると踏んだらケツが流れるから前に進まないですよね。ってことは真横ぐらいに遠心力がある状態でアクセルを入れるから左に遠心力が乗ってる状態でアンダー気味で加速するわけですね。その状態で加速してきた方がその距離が長ければ長いほど見てる方としてはぐわっと加速してるように見えるのでだから早く右から左に移さないといけないけど真横から左真横には移せないんですよ。でアクセル入れてると右後ろに1回行ったとしたら右後ろチリッとケツが出るじゃないですか。その反動が左後ろに行くから左横じゃないんですよね。もう荷重が移る場所が右後ろからだったら左後ろに行っちゃうから当然それを踏んじゃうと左にケツが出るので抑えないといけないですよね。抑える間って踏めないですよね。だから前に回していくといつも言ってる着地ピトって着地させる状態ができてからそのまま踏んでいけるじゃないですか。だから荷重前に回してあげて右横から右前左前左横に回していかないといけない時の操作を冷静に考えると今の操作ではそうならないなっていうのは多分分かれると思います。はい、アクセルをジャックに戻すまあハンドルを切れば前に移す。そうですよね、はい、若干ハンドルを切れば、でもその時にアクセル多めに入れてたら
前に一瞬急激に右前に行っちゃうで右前が軸になって右にケツが出ますよね。怖いから。そう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 。アクセルで少し戻すんですけど、うん突然一瞬でも若干だから実車ではよく使うのは、そこでシフトチェンジするんですよね。はい、ただ自然にクラッチ切る、まあこうなのが、はい、そうそうそう戻ってるところのピッチングで前に舵を回してる間にシフトアップしてあげて、そしてまたバックルッとスーッと下がる。そう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 、ずーっと後ろでババ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 バって来てたらずっと前進まないです。ケツ振るだけで。一番かっこ悪い、煙は出てるけどかっこよくない加速ですよね。いやもう一回家でちょっと考えながらそうですねの指のだったらこうガスルーやっぱそうですね。そうですね。だからその辺はやっぱ宮本先生の走りをちょっと見てもらって、はい、まあ、そうしないとそうならないからですね、物理なんで。